愛とはなんてロマンティックで美しく人を夢中にさせ悲しく苦しいのでしょうか。時にそれらの感情を同時に感じることも、私たちはなぜ自ら試練の道を選んでしまうのでしょうか。愛は私たちの人生を有意義にしてくれるのでしょうか。それとも愛は孤独や苦しみからの逃避？愛とは性的欲求のことなのでしょうか。それとも子孫を残すための生物学的罠でしょうか。愛は私たちの全てなのでしょうか。そもそも私たちに愛は必要なのでしょうか。もし恋愛に意味があるのなら、それは未だ科学も心理学も解明できていません。しかし歴史を振り返ると、何人かの偉大な哲学者が興味深い論理を提唱しました。愛は私たちを再び一つにするのです。古代ギリシャの哲学者プラトンは、私たちは完全な存在になるために愛し合うという考えを示しました。教演の中である宴を描いています。喜劇詩人であるアリストパネスが客人をもてなし、次のような話を始めました。人間はもともと4本の手、4本の足、2つの顔を持つ生き物でしたが、ある時神々を怒らせてしまい、ゼウスは人間たちを皆2つに切り裂いたのです。それ以来人間は自身の形見をなくしている状態で、愛とは再度完全な状態に戻るための形見探しというわけなのです。少なくとも酔っ払い喜劇詩人ならこう言うだろうとプラトンは考えたのです。愛は人間に子を作るように仕向けるのです。プラトンの後、ドイツ人哲学者アルトゥル・ショーペンハウアーは、性的な愛とは官能的な錯覚なのですと主張し、人が愛し合うのはこの性欲が相手が自分を幸せにするという妄想を抱かせるからだと示唆しました。しかし私たちは甚だしく間違っているのです。自然の原理は私たちに子を産むように仕向け、私たちが求める愛の形は子孫繁栄のためのものであるのです。性的欲求が満たされると、私たちはまた悩める存在に逆戻りするのです。そして子孫を維持するこの人間の単調なサイクルを永続させることだけは成功するのです。なんだかかわいそうな話です。愛とは孤独からの逃避なのです。ノーベル賞受賞者でイギリスの哲学者バートランド・ラッセルによると、私たちは物理的・心理的な欲望を満たすため愛し合うのです。人間は子を産むように作られていますが、情熱的な愛のエクスタシーなしではセックスに満足できないのです。冷たくて残酷な世の中への恐れが私たちに固い殻を作らせ、閉じ込め孤立させます。愛の喜び、親密さ、温かさが世の中への不安を打ち消し、孤独な殻から逃れさせ、人生をより豊かにしてくれるのです。愛とは人間存在のすべてを豊かにする人生で最高のものです。愛とは悩みの原因でもあります。ガウタマ・シッダールタはブッダ、すなわち悟りを開いた人として知られており、ラッセルとなら興味深い対話をしたことでしょう。ブッダは人間は基本的な欲望を満たすために愛し合うのだと主張しました。だが私たちの情熱に満ちた強い欲求は欠陥であり、愛着または恋愛でさえも苦しみの根源になってしまうのです。幸運なことにブッダは八正道を見出しました。これは一切の煩悩を断つための方法で、これによって涅槃に入ることができるのです。涅槃とは平安、明瞭、分別、憐れみの境地なのです。作家の宋石金はこの仏教の考えをこう表現しました。中国の古典傑作の一つ香楼夢の中で、恋愛は愚かであると言いました。その物語の中で神図は貴方に恋をしますが、貴方は神図を騙し屈辱を与えたのです。愛と憎しみの葛藤が彼の心を引き裂いてしまうのです。それから同志がやってきて病を治す不思議な鏡を渡し、その鏡を正面から見てはいけないと伝えました。でも結局見てしまった彼は鏡の中に貴方がいるのを見たのでした。彼の魂は鏡の中へ入り、鉄の鎖を巻きつけられて死んでしまうのです。すべての仏教徒が恋愛や性的な愛についてこう思っているわけではありませんが、この話の意図するところは、愛着とは悲劇を生んでしまい、この話の魔法の鏡のように避けるべきものなのです。愛とは自分自身を超えるものなのです。少しポジティブな話で締めくくりましょう。フランス人哲学者シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、愛とは他人と一つになりたいという願いなのだと提唱しました。愛は人生に意味を与えてくれるのです。しかしなぜ愛し合うのかという疑問についてはあまり語らず、むしろどうやってよりよく愛し合えるかということに重点を置きました。彼女は昔から恋愛の問題というのは魅力的でもあり、自分たちが存在する唯一の理由ということにしてしまいがちだけれど、自分の存在意義を正当化するために他人に依存することは簡単に
に検体へと変わり、力関係のゲームに陥りがちだと考えました。この罠に陥らないためにボーヴォワールは本気で愛し合う親友のような関係がいいとアドバイスしました。恋人同士互いに支え合い、自身を見つけ出し、自身を超えて共に歩む人生とその世界を豊かにするのです。なぜ恋に落ちるのかは一生わかりませんが、感情のジェットコースターに乗るということは間違いないでしょう。愛は怖くて楽しく、苦しく傷つけ、自身を見失い、または発見するかもしれない。とても悲しく、いや人生で最高のものになるかもしれない。あなたはそれでも愛を探してみますか？何かについてあらゆることを知ることと実際にそれを経験することの間には違いがあるでしょうか？この思考実験で哲学的な推理力をテストしてみましょう。